大家好大家好日本人の友です。我是日本人的友。我是台湾人的雪雪。あれ日本語は我后面要讲什么？台湾人の雪雪、台湾人の雪雪です。みたいな。台湾人の雪雪先生です。みたいな。すいません、忘れた。まだ挨拶慣れてない。そう。大家好，我是台湾人的雪雪，台湾人の雪雪です。よろしくお願いします。じゃあ今日も台湾で中国語と日本語の言語交換やっていきましょう。今天我们也来日本跟台湾日语跟中文的语言交換。Yes, yeah. 実はですね、本当はシュエシュエ先生は先週から参加する予定だったんですが、なんとコロナにかかってしまいまして、隔離されておりました。なので、今回は台湾のコロナ対策はどんなのか、日本のコロナ対策はどんなのかっていうのをご紹介していきたいと思います。对，其实呢，本来我们是从上周就要开始，结果因为我就是确诊了，就是 COVID-19 确诊，所以我上周就完全没有办法，因为我现在就是我才刚解除隔离，所以我们才改到今天，所以我们就决定我们就来聊聊日本跟台湾的防疫对策。Yes! そう。いや、台湾はね、抑え込み、全然感染者いなかったから、世界で一番安全なんじゃないかっていうぐらい安全やったね。对，台湾之前本来是完全是我们就是都是清零，就是完全没有本土的感染的人，对，所以之前那个时候本来是世界第一，但虽然最近因为政策我们也是有一些改变，要逐渐开放啦，所以现在就是最近好像前几天确診人数变成世界第一，但这个也没办法。そう、もともと台湾は世界で一番感染者少なかったんだけど、ここ最近めっちゃ増えて、今1日6万人ぐらい出てるんやっけ。对、最近的話。急に世界1位に躍り出てしまったって。对。まあそんな台湾なんですが、じゃあ台湾ではどんなコロナ対策が行われていたかっていうのを、シュエシュエ先生から紹介していただきましょう。其实就来告诉大家，台湾就是从之前到现在的防疫对策，就是一起来跟大家讨论。じゃあ1個目は何かな？第一个口罩吧，我觉得最开始那个时候要从2年前开始说吗？对，那个时候最开始的时候是，其实口罩都不够，然后。对，那个时候口罩就是世界上全部都不够，然后对，但是我们台湾那个时候就有组成，就是口罩，就政府就有把那个应该说是政府就有把口罩制作的工厂，然后都组成所谓国家大队，然后就是对，就是专门就是为了就是生产口罩，然后我们还有口罩，就是你要实名制。就是你要用，就是去药局，然后你登录，然后你才可以买。然后那个时候就是可能还有推出口罩地图，就是你可以从那个地图上面看到现在哪个口罩可以買。そう、これはね、この前録音した、オードリー・タンさんの、台湾の天才 IT 大臣、オードリー・タンさんのところで話したんやけど、台湾は最初、まあ、世界中でマスクが足りなくなってた時、台湾はいち早くそのマスク作ってる会社から国が全部マスクを買って、で、均等に薬局の人に、発送して、で、価格を全部同じにして、で、なおかつ買うときは必ず健康保険証を見せて、で、一人何枚っていう感じで均等にこうみんなに売っていたと。で、しかも、その、Google マップでどこにマスクが売ってるかっていう、マスク地図。マスク地図みたいなのを作ってですね。もうどの薬局にマスクがあるかっていうのをね、Google マップ見たらすぐわかるっていう状態にしてたんで。もうそれはすごかったね、まずで。これはもう、オードリー・タンさんの功績でございますね。对对对。那个
唐凤，对他那时候他们就做出那个口罩地图，那真的是还蛮酷的。そう。この話を詳しく知りたい人は、ごめんね。この話を詳しく知りたい人は、オードリー・タンさんの前録音したやつを聞いてね。宣伝。如果想要更详细了解的话，可以去问看唐凤。然后对，但他现在我们最近那个之前是口罩地图，现在还有就是快筛地图。就是快筛地图なんだそれ？那个キットか簡易キット。对对对，因为最近现在有时候大家会觉得不够的，现在变成是因为现在台湾就是很多人确诊的人很多，所以最近不够的是快筛。那他现在就跟口罩一样的方式，就是也是有在那个药局，你也是要特定，比方说礼拜一、礼拜三、礼拜五是身份证字号几号的人可以买，这样就是有分配，然後也是跟之前一样，然后你也是可以查说现在剩下多少可以去买。哇，なるほど。星期一、星期三、星期五？对，就是比方说身份证字号是单数的话，那你可能就是135可以买。然后身份证字号尾数是双数的话，你就是246可以買。なるほどな。はは、そんなんなってるんや。最近はその感染者が増えちゃったから、マスクよりも簡易検査キットが足りなくなってて、それもマスクと同じ方法でまず国が買い取って、で、均等に薬局に発送して、で、値段を統一して売ると。で、今は、身分証明書っていうのがあって、一人一人、なんかマイナンバーみたいな感じ、なんかマイナンバーカードみたいな感じ。台湾は一人必ず証明書持ってて、で、その証明書番号の一番最後の数字が奇数、偶数かな？偶数の人が月曜、水曜、木曜、月曜、水曜、金曜。其实讲反的啦。逆？对。ごめん。就是135是奇数。然後246是偶数。ごめん。奇数の人が月曜日、水曜日、月水金やな。月水金に変えて、偶数の人が火木土に変えるってことやな。いや、素晴らしいですね。日本こんなんないね。日本はマスク足りなくなったり、あれだよ。転売がめっちゃ多かった。転売？对，是转卖。对。对。但现在好像现在口罩就大家都有了啦，就是像我们之前那个时候台湾的那个 corona 就是有几个阶段，一个是一开始是口罩不够，但后来因为有国家队嘛，所以我们就做很多口罩。我们那个时候不知道大家还记不记得，我们那时候都有送到全世界台湾 Made in 台湾的口罩。然后是ね。对，所以卡瓦利尼就是所以那个后来我们是那个 vaccine 就是疫苗不够的时候，就有就是日本也有送给我们疫苗。对，那时候所以就是对那个时候就很有感觉到就是台日友好。那时候新闻就是都有在报。然后就是第一阶段是口罩，后来是疫苗，然后最近才是那个就是 kit 那个快筛。快篩。なるほどな。その台湾で製造したマスクを世界中に配ってあげてて、で、今はその簡易キットを結構海外からいただいてるというか、海外から輸入してるみたいな感じなんや。簡易キットは台湾の？没有，簡易 kit 也是外国，但是其实需求没有像之前那么高了。之前从就是国外得到的比较是那个 vaccine 就是疫苗的时候，那时候日本都有送我。そうやね。そう、日本の皆様がワクチンを提供してくれたおかげで、台湾は結構ワクチン打つの早かったね。結構みんなもう3回打ったもんな。一开始不够的时候真的是非常ありがたい，就是谢谢。ありがたい。我们对。ありがとう日本の皆様、本当に助かりました。本当にワクチンありがとう。まあそんな感じだったよね。じゃあマスクあれやんね。最初は
マスクしないと電車とかバスとか乗れなくて、で、最終的にマスクしないと外で歩いちゃダメだよっていう風になった感じだね。对，因为台湾其实从一开始防疫对策的时候很快，是因为以前台湾有过 SARS 的经验，所以台湾我们很快就知道说哦，那大家其实很习惯，就是如果是到密闭的空间，像是搭捷运啊，或者是搭巴士这些，或者是在室内的没办法保持社交距离的时候，一开始是规定说只有在这些时候你一定要戴口罩。那大家其实也都就是都很习惯，就会遵守，因为其实以前在很多年前 SARS 的时候，我们其实也有过是这个时期。なるほど。その昔台湾はその SARS がめっちゃ流行って結構たくさんの人が亡くなってしまって、でその経験から台湾は結構早かったよね。もうマスクしないと公共機関使えませんよとか、もうマスクしないと外歩いちゃダメですよとか。でみんな結構それを守ってちゃんとマスクしてやってたから結構防げてたっていう感じだね。ちなみにマスクしなかったら罰金あったんだっけ？確かあったよね。这个好像要看地方，像比方说是进去那个便利商店空便利，它有的时候它不一定那个可以罚钱，但是它可以让你不进去。就是因为他对，除非你是被警察抓到，那警察可能才有权利罚钱。但有些是像去邮局啊什么的话，他没有权利是真的罚钱，但是他的权利就是不让你进去这样子。なるほどな。コンビニとか郵便局とかだったら罰金取るみたいな権利がないからあれだけど、警察に呼び止められて捕まったら罰金取られちゃうみたいな感じだったよね。じゃあ2個目は何かな？2個目なんかあるっけ？ QR code 就是 QR code 实联制，对，实联制，因为一开始，因为后来去年的时候，我们台湾也开始有，本来都是一开始都没有本土的人确诊，那后来去年开始有的时候，我们就开始实施实联制，就是你进到每一个地方，你都要扫 QR code。那这个的目的就是让，因为你可能本来是大家可能都要用手写，因为你要追踪如果有确诊者到的地方，那确诊者他接触的人是谁，那要去做这个调查，那这个工作其实非常辛苦，你如果一个一个调查的话，所以后来也是他们就做出了一个系统，就是 QR code， 你就是进到每一个地方你都要扫描 QR code，然后这样它就会自动就是传讯息到政府的单位1922，然后对，然后他们就是自动，他就可以知道说，哦，这个人如果他确诊的话，那他去过什么地方，就是都可以知道。これもすごいね。お店入るときに必ず QR コードを読み込んで、政府に時間とか位置情報をそのまま送信して、で、やっと店に入ることができるっていう感じだったよね。で、あれはその、感染者がもし出たとき、その感染者がいつ、どこのルートを通ったか、いつどの店に入ったかっていうのがすぐわかるから、それと同じ時間、同じ場所に入った人っていうのがすぐわかる。で、その人たちをすぐに隔離するっていう方法で、コロナがめっちゃ流行るのを防いでたっていう感じやね。あれはすごいよね、ほんまに。但我听说日本是不是比较会，就是没办法做这个，是因为比较会有隐私的问题，是这样吗？什么問題？隐私 private。そうやね。日本はね、そういうのないな。なかったわ。いや、台湾すげえなと思った、本当に。然后，再来第三个是，这个可能也是那时候去年的时候吧，就是我们有，第三个就是我们那个时候就是为了要避免群聚，因为后来就发现很大的就是最容易感染的原因是群聚，所以为了要分散人流，然后你进到一些超市啊或是夜市，它就会规定说可能今天只有就是也是身份证双数的尾数双数的人可以进去，然后可能隔天才是单数的人可以进去，那是为了就是分散人流，不要就是让大家都在同一个时间到同一个地方，然后造成群聚确诊。そう。これもあったな。スーパーマーケットとか、夜市とか、そういう人が集まる場所に入るとき、
さっきのマスクと一緒で、身分証明書の番号の一番最後の数字が奇数の人は月、水、金しか入れません。偶数の人は火、木、土しか入れません。っていうのを実施して、人が集中するのを防いでたっていうのがありましたね。あれ、めっちゃ不便やったわ。なんか、スーパーに晩ご飯買いに行こうと思ったら、入れませんって言われて。なんで？对，但这个没有实施很久啦，这个大概是就是最严重的时候。是那个时候，对，去年，因为我们有分级嘛，就是去年我们可能有看，一开始有分什么一级的时候，就是不用大家到处都要戴口罩，然后到2级的时候，你就是不只是搭电车啊，然后或者是在室内，到2级的时候，其实就是几乎是你只要外出就都一定要戴口罩。然后对，然后到3级的时候，那时候就是3级就是去年疫情最严重的时候，那个时候才会有分，就是要避免群聚。然后就会有才有这些就是对策，就是对。虽然这个其实没有很久，那个好像一下子就没有了。そうやね。そう、一瞬だけやったね。まあ、去年の、何月やったっけあれ、5月とか6月やったかな。一番台湾で、感染者が多くて、なんか緊急事態宣言っぽいのが出された時に、奇数の人、偶数の人っていう施策はやってたっていう感じだね。だからそんなに長くなかったよね。何ヶ月かだけみたいな感じやったな。まあ、それでも、あれ不便だったな、本当に。对啊。まあでもそのおかげで防げてたからいいんだけど。虽然现在听起来，现在确诊人比较多，但其实因为现在都是 Omicron，所以其实还好，就都是轻症。そうやね。去年那个时候比较严格。そうやね。去年の一時期だけやったな。最近は感染者めっちゃ増えてるけど、みんなワクチンも打ったし、かかったとしてもすごい軽症やから、もう今はそれはやってないやんね。そんなあったね。それが3つ目。まだあったっけ ?4 つ目あるかな？有。再来是那个，再讲到，台湾其实到现在都还一直有在实施的叫做就是限制，就是出入境。应该说也不是限制，但是就是如果你是外国人回来，也不是外国人，就是你从国外回到台湾的话，你一定要隔離。一开始是14天。入国、台湾の外から、海外から入国した時の、隔離やね、隔離措置。对对对。14日間やったっけ ?14 日間隔離されるってやつやね。对，一开始都至少14天，加上7天自我管理。自我管理就是说，你可以出门，可是你就是还是都要就是注意自己的状况这样子，然后尽量不要去人多的地方。そう隔離されてる時？された後？隔離終わったら。そう、なんか隔離終わったらか。对对对，通常我们都是7天的自我管理，然后前面是14天，隔離是完全不能去外面，你就要在一个独立的空间，可能是你如果自己家里有独立的空间，或者是大部分是去那个防疫旅馆，然后对，去住防疫旅館要就是住满14天这样子。なるほど、なるほど。最初はもう14日間絶対に出たらダメと。ね、ホテルとかコロナの隔離用の施設、隔離用のホテルみたいなとこがあって、そこで14日間絶対に一歩も出ちゃダメ。で、それが終わってからの1週間はなんか自分で管理してね、みたいな。外に出歩いてもいいけど、あんまり人がたくさんいる場所とか、そういうところには行かないでね。っていう感じだね。因为这样子，所以大部分的人其实都，还是有人可以出国，但是你就要花很多的时间在隔離。そうやね。外国に行こうと思ったら行けるっちゃ行けるけど、その代わり、行っても隔離されるし、帰ってきても隔離されるし、めちゃくちゃ長い時間隔離されてしまう。对对对。って感じだったね。そうやな。但这个政策最近有慢慢改了，就是现在有慢慢的松绑。就是像今年3月开始就只剩下10天，然后今年5月最近又改了，变成现在是7天加7天。そうなんや。何月だっけ？今年の3月から？ 3月から。对，本来3月是10天。3月から、今年の3月からちょっと緩くなって、隔離期間は10日間。で、5月からは7日間だけで OK になったんや。
对对对，啊对，所以最近已经慢慢就是，其实我们也是慢慢开放了，大家就是让就是大家就不用隔離这么久。おー、だんだん隔離期間は減ってきてって、今は7日間っていうことやね。おー、いいですね。早く終わってほしいわ。もう2年、もう3年か。对啊。もう3年日本に帰ってないわ。我也是啊，我就是最后一次就是去 Corona 的那一年2月我去了日本，我去滑雪。然后回来。对，但我那个时候去的时候都被朋友骂。朋友就说那个时候他们已经以为已经很危险了，然后就说我们本来10个人要一起去，后来去的只有5个人。但是我们那时候就觉得就是很想要就觉得说怕之后没有机会了，我们就还是去。那个时候其实还好，日本也才大概1级或2级吧，就刚开始的时候，但已经很因为台湾人对这个比较敏感，就是比较对，所以比较小心，所以其实很多人是会觉得那个一开始的时候就已经都不敢去了。那我们那个时候的确是有一点，就是可能周围就是会就是长辈还是什么，或是有些朋友会觉得说你们怎么还敢去？对，我那个时候去了日本，但我现在觉得还好我那时候去了。わあ、そうなんや。2年前かな ?2 年前の2月かな2年前。2年前の2月に、シュエシュエさんは、もともとは10人で日本にスキーに行く予定だったんだけど、友達が、いや、こんなコロナの時期になんで行っとんねんみたいな感じで、結局5人に減って、まあでもそれでも行って友達に怒られたって。なんか、その時はまだそこまで日本がこうめっちゃ流行ってるっていうわけではなかったんだけど、台湾の人たちは結構もう SARS の経験から結構敏感になってて、もう結構友達から、いや、行かない方がいいんじゃねみたいな。なんで行っちゃったんだよみたいなこと言われた。那个時候回来都完全都还不需要隔離。ああ、その時はまだ隔離は全然なかったんや。ああ、いや、素晴らしいですね。こんな感じかな台湾の対策って。あと罰金か。罰金いくらだっけ？なんかコロナのことを隠して外に出た時の罰金。なんか对，目前如果就是你在隔离期间，听说他是用那个会用手机追踪你，就是他会有电子隔离，他会看，就是用手机追踪看说你有没有出门。如果出门，可能就会被警察发现，那罚金大概10万到100万，或是20万到100万。わー。很高哦。携帯が追跡されるんや。携帯追跡されて、もし警察にコロナかかってんのに外に出たってバレたら、罰金が台湾元で10万元から100万元。とか20万元からだいたい100万元。日本円に直すとだいたい10万元だったら今のレートで40万かな。だいたい日本円で40万から400万円ぐらいの罰金が課されるんや。で、実際に課された人言ってたやんね、何人か。こそこそ外に出て、100万元ぐらい罰金食らってたよね。这个我不太确定对，但好像对有。なんか聞いたことあるわ。すごいよな、でも。ありがとう。じゃあ次、日本をご紹介しよう。日本のコロナ対策。日本のコロナ対策。防疫对策是什么呢？まあ、特にそんなにないんだけど。没有吗？いや、なんか、今までやったこと一つは、一つの家族にマスクを2枚配るっていうの。哦，对，有听说，就是之前你们那时候有一家，然后给送2个口罩。そう。で、一人10万円の補助金が出ましたね。哦，这个很好一个人有10万日币的那个，那叫什么？補助金。補助金。そう。まあ海外にいる俺はもらえませんでしたけどね。外国人没有哈，好好，我觉得这个很好这个很羡慕。まあでもあんま効果なかったけど。没有效果吗？まあ感染拡大にはあんまり効果なかったよな。で、まあそんなもんかな。就这样。所以那个补助金是全部的人都，就是只要是日本人就都有，你也不用确診什么，就是都可以拿到。そうそうそう、申請すればもらえた。哇，好好。で、緊急事態宣言っていうのがあって、
で、緊急事態宣言が出た時は、なんかお酒を提供しちゃダメですよとか。哦，就是日本你们也有那个就是紧急宣言，就有点类似我们像什么3级这样子的感觉。但是好像也就只有说就不能喝酒，不能在外面喝酒。这样吗？店の中でも、もうとにかくお店がお酒出しちゃダメみたいな。哦，所以就只是不能喝酒。那可以吃饭。ご飯食べれる。でもお酒はダメ。为什么？这样不是一样吗？お酒あると人が集まってくるからダメ。哦，因为就是喝酒的话比较会就是群聚，所以不行。哦，是这样哦。とか、そのお店の時間をもう8時までにしてくださいって。8時には閉めてね。哦，就是提早結束營業時間到8點。そう。そういえば、台湾一番きつかった時あれやんね。店内飲食禁止やったね。持ち帰りだけ。对，我们台湾最严重的时候就是不能内用，只能外带。没错。でも日本はなんか、8時でもう店閉めてね。とか、もうこの日はちょっとお店開けないでね、みたいな、なんかそんな感じ。哦，所以就最严重的时候可能就是会那一天不能开店，或者是就规定说只能到8点这样。哦。そう。で、もし違反したら30万円以下の罰金みたいな感じ。哦，所以还是会有罚金，就如果没有遵守的话，就还是会有大概30万日本以下日元以下。哦，那大概那也蛮轻的，10万元以下。そうやね。罰金。まあこんな感じやな。で、なんで日本があんまり厳しくできないか。なんかマスクも、100% しないといけませんよっていうわけじゃなくて、まあお願いみたいな。みんなしてねみたいな。で、あんまり出歩かないでねみたいな。外あんまり出歩かないでねっていうお願い？なんか命令じゃなくてもお願いみたいな。哦，就是日本它其实没有这么规定说你一定要戴口罩，比较是像是拜托大家说，希望大家可以尽量戴口罩的感觉。そう、なんでかっていうと、まあ昔、戦争前、第二次世界大戦前とかは、国が国民に命令することができたんだけど。所以这要回溯到第2次世界大战的时候。那个时候可能就是那个对战争时候之前，然后那个时候是国家会对人民有很多的命令，就是可能禁止很多事情这样。でも今はできないよ。是因为那个时候印象这样就是让大家印象不好，所以现在就不这样做了嘛。そう、なんか例えば国がその権利を利用して国民に、例えば戦争やるぞみたいな、戦争行けみたいな。なんかそういうことにならないように、もう国が、まあその戦争の反省として、もう国が国民に何かを強制すること、何かを命令すること、みたいなことは、もうできないよ。所以主要是为了防止说让那个政府的权力如果太大的话，说不定可能就会发动战争啊之类这种事情，所以是在等于说战后做了一个反省，就让政府的权力没有这么大，然后对，所以现在的政策才变成说比较没有办法完全是命令人民一定要做什么事情。そうやね。そう。だからね、そう、めつお。そうなんよ。だからね、なかなか対策が取りづらいっていうのもあったんよね。对，所以就比较没有像我们制定很严格的那种就是规定，然后你不怎么样，对，就比较没有办法。但我觉得日本人好像都蛮守，就是都蛮守規矩的，感觉大家好像只是お願い就会好这样，是吗？めっそう。そうやね。日本人の人たち結構真面目だからマスクしたり、あまり出歩かなくしたりとか、一生懸命やってたんだけど。まあでも例えばロックダウンってあるやん、ロックダウン怎么说？锁国吗？封城。ロックダウン封城。そう。日本はね、封城できないんだよ。政府が、国が命令できないから。日本没办法封城。そう。やからね、結構大変だったっていう感じやね。但是台湾现在也是因为就是台湾一开始可能就很严嘛，然后都是朝就是清零，就是完全零 zero 的那个确诊者
的目标，但现在也是为了要跟国际同步，所以其实我们现在就是也有慢慢的松绑一些我们的政策，然后像虽然就是所以其实我现在周围的人确诊的人很多，但是大家大部分就是像感冒这样子会有一些跟感冒不太一样的症状，但是通常都不太，因为也都有就是也都有打疫苗啦，所以就还好，就是大概就是差不多10天1个礼拜左右就会好。所以对啊。なるほど。ということは、その政府は周りの国と合わせるために、もうそんなに緊急事態宣言やるとかはやらないみたいな感じ。なんかな？对。で、しかも今感染しても、まあ10日間おとなしくしてれば、風邪みたいな感じで、まあ症状はちょっと風邪とは違うけど、まあ安静にしてれば、治る軽症者の人ばっかりやから、まあそこまで前みたいに厳しくするっていうことはしてないっていう感じだね。对啊。そうやね。じゃあ、じゃあ最後に、シュエシュエ先生がコロナにかかった時の感想をちょっと、かかった感じ、どんな感じだったかっていうのをちょっと教えてもらっていいですか？好哦。对，我确诊的吗？一开始真的就一开始真的就只有喉咙痒痒的而已，然后都还好。可是到大概，而且我就是台湾的话，你是确诊之后，然后你先用那个，就是因为我有接触到确诊者，然后就是我的同事确诊，然后我们都有接触，对，所以我就直接去做了 PCR。那可是我做了2次，我做第1次的时候是阴性，然后隔了3天之后还是觉得就是感冒的状况都没有变好，然后隔了3天再去做1次就变阳性。そうやったんや。なるほどな。最初はまあ喉が痒い程度だった。喉が痒いなぐらいの程度やったんやけど、でもなんかその時一緒に遊んでた友達が感染しちゃってコロナやって分かって陽性って分かって、でやべえっつって病院行って検査したんだけど、最初は陰性やったよね。最初は陰性やって、でもなんか症状がどんどんなんか風邪みたいにこう悪くなってきて、で3日後だっけ？その3日後ぐらいにまた検査受けたら今度は陽性だったと。で10日間隔離されてたっていう感じだね。对对对，10天，现在剩下7天了啦。我的时候还是10天，但因为现在政策慢慢改变，所以现在是7天。なるほど。まあ今は7日間だけど一応10日間は隔離をしたっていう感じだね。で、今は自己管理の時間みたいな感じだよ。なんかめっちゃ喉が痛いみたいな感じ？めちゃくちゃ喉が痛くて熱があるみたいな感じ？我大概前3天的时候，第3天左右最严重。那个时候是就是也没有到非常痛，但是就是会声音没有声音，所以我们那个时候不是有讲话嘛？我那时候声音完全都不一样啊，就是没办法讲话。对，然后有一点点，我是有一点点内痔，就是有一点点发烧，但是没有到很严重的发烧。然后对，比较是喉咙会觉得就是要说很痛嘛，就是也没有到非常痛，但是就会发不出声音那样子。なるほどな。まあ最初の3日間が一番きつかったけど、まあきつかったって言ってもまあそこまでなんかほんまに普通の風邪ぐらいそんなにこうめちゃくちゃ高い熱が出て喉が死ぬほど痛かったっていうわけでもなく、喉はまあめちゃくちゃ痛いってわけでもないけどちょっと声が出にくいみたいな、ちょっと声が出んかったみたいな感じ。で、熱もあったけどまあそこまでめっちゃ高熱っていうわけでもなかったみたいな感じだったよ。ワクチン何回打ったんやったっけ？シュエ先生。我打2次。但是台湾人现在应该大部分都打3次。我正要准备打第3次的时候，我就确诊了，所以なるほどな。所以就变天然的ワクチン。天然のワクチン。なるほど。で、シュエ先生はその時、ワクチンを2回接種済みで、3回目を準備してる時にちょうどコロナにかかっちゃって、天然のワクチン打てたみたいな感じだったよ。なるほどな。
そうか。いや、でも元気になってくれてよかったね、本当に。元気になってよかった。对，现在已经完全没有问题。对啊，想一下。哦，然后中间就是咳嗽啦，就是咳蛮ちょっと多的。就是咳があったよね。然后可能会跟别人说不，就是很多人都说 Corona 的 Seki 是没有痰的，但其实我跟我周围的人，我们一开始其实痰很多，而且会越来越多，但是是到后期才变成像人家说的，就是没有痰的症状。ああ、そうなんや。最初前半、その感染した前半は結構痰が絡むような咳だったんやけど、まあ後半は全然痰の絡まない、ちょっと乾いた咳みたいな感じに変わってったみたいな感じだね。ああ、大変やったな。いや、元気になってくれてよかったよ、本当に。よかったよかった。对啊。但是就觉得，可以好好休息可以好好休息10天也不错啦。そうやな。10日間ゆっくり休むってのも悪くないな。对啊。之前太忙了。そうやな。前めっちゃ忙しかったから。逆にゆっくり休めたみたいな感じだったよ。对对对。いやー、よかったよかった。じゃあ今日はこんな感じかな？今日はこんな感じで。ありがとうね、シュエシュエ先生。好、不会。ということで、僕たちのポッドキャストは毎週月曜日と木曜日、日本時間朝の7時、台湾時間朝の6時に更新をしております。我们的 podcast 是每周的1跟4，日本时间是早上7点，台湾时间早上6点。Yes! で、アリスちゃんの台湾語教室は毎週日曜日の日本時間お昼の12時、台湾時間お昼の11時に更新をしております。好，愛麗絲講的台語教室是每周日的日本12點，台灣11點。Yeah! 那請大家一定要務必鎖定哦。そうよ。で、字幕付きの YouTube も作ってます。雙語ニュースとか YouTube 言語交換で検索しても出るし、説明文のところにも貼ってあるんで、みんなよかったら字幕付きで勉強したい方はぜひ、高評価、チャンネル登録、高評価、通知オンよろしくお願いします。对，我们还有 YouTube， 就是有那个上字幕的 YouTube， 那请大家可以就是跟着字幕的话一起学习的话，效果会更好哦。所以就是希望大家记得，对我们的 YouTube 也要记得订阅、追踪、开启小铃铛，谢谢大家，耶！最近还有我们的新的那个 Facebook 跟 Insta。わあ、そう、インスタもあるよ。あと、最近 Facebook も作ったよ。Twitter もあるよ。Twitter も作ったよ。对。何もツイートしてないけど。对、还有推特。ちょっとツイートしないと。何ツイートしたらいいんだ。如果想要跟我们互动的话，就是可以透过 Insta，对 IG、Facebook，Facebook 最近新做了，但是都还没有粉丝，希望大家可以記得帮我们按赞哦，按赞追踪一下。ああ、そう、みんなよかったら、登録して、いいね押してください。お願いします。对，搜寻爽语 news， 爽语 news。爽语 news。对。あと、シュエシュエ先生が、シュエシュエ先生の写真が見たかったらね、ぜひインスタ見てくれたら、写真載ってると思うんで。美人さんなんで確認してみてね。やめてください。やめてください。如果说想要跟我们多做互动的话，就是可以在 Insta， 就是 IG 或是 Facebook 下面留言，那我们就是会努力回大家哦。Yes！ ということで、また今度お会いしましょう。ありがとう。バイバイ。那就下次再见喽，拜拜。